なん。ここは露天風呂があったりするの。こんにちは。How to Walk Japan です。今回は奥会津の旅後編。妻はまだ眠ってますが走り出しました。早朝はまだ只見川に霞がかかってるかもしれません。無限橋の私の近くの駅にやってきました。電車が来ちゃってますね。間に合わなかった。今日はダメな日かもしれません。こんな駅があんだな。隼人駅かな。1956年創業の隼人駅は JR 只見線の無人駅で有名な無限橋の立まで徒歩2分。ホームの前には鏡のような水面が広がり、幻想的な風景が広がります。妻を起こしてびっくりさせましょう。今到着した時ちょうど電車が来たの。嘘。ちょうど寝ぼけてて反応は少し鈍かったけど驚いてくれました。すごい綺麗。ちょっと軽く霞もかかってるね。無限橋の私までここから徒歩2分です。川霧の上を手漕船が行く無限橋の私は今大人気だとか、皆さんも写真はご存知ではないですか？まだやってないよね。この渓谷の流れは穏やかで水面が鏡のようです。霧がかかったら幻想的だろうな。今日の目的は共同浴場なので観光地がオープンする前に動き出してます。しょうがないですね。それにしてもこの辺りの景色は素晴らしい。ところどころに懐かしい景色が散りばめられています。 JR 只見線鉄道ファンの多くの方が写真撮影を楽しむメッカ的な場所。本来は手前の広場あたりから写真を撮るとジオラマのような可愛い風景が撮れるそうですが、私たちは集落の中に入ってきてしまいました。ここもザ原風景的な場所でした。只見川沿いに走っていくと大塩天然炭酸水があります。なんと炭酸水が湧き出る泉があるそうです。明治時代には旧会津藩士がこの水を太陽水と命名し販売までしていたそうで、その後太陽水は海を渡ってヨーロッパまで輸出されていたとか。現代でも JAL のファーストクラスや高級レストランで使用される貴重な水です。これが炭酸水なのかな。炭酸水には見えないだよな。飲んだらしっかり炭酸水でした。以前鉄腕ダッシュでお世話になりました TOKIO の国分太一です。今回ダッシュで人脈食堂というコーナーが始まり、炭酸水を使った料理を作りたいと思っています。ぜひ使ってください。大塩天然炭酸温泉にもおいでください。23年前です。行きましょう。お、結構止まってる車。炭酸水の泉からすぐ近くです。炭酸のお湯って書いてあったな。よいしょ。有料です。2015年に改築された建物はピカピカです。休憩所も整備され、共同浴場とは思えない充実ぶり。すごいね。あ、ちゃんと両替機がある。すごい。綺麗だな。片山町にはなんと5つもの共同浴場があります。ここはそのうちの一つ。大量の二酸化炭素やナトリウムを含んでいて、源泉温度は 38.8 度とぬるめ。目をつぶって長湯を楽しんでいる方がいらっしゃいました。緑がかった塩辛いお湯は切り傷などに効果があるそうです。
いいお湯でした。雨降ってきたな。入ってると倒れるからダメだよっておばあちゃんがだけどもうちょっと入ってればいいのにって言うから「いや海が待ってるんで」って言ったらおばあちゃんすごいよ、橋渡って毎日来てるんだって雪の中も。ああ、そういう人いっぱいいるんだろうな。だから足腰は丈夫だって転ばない。地域の人が大切にしているお湯なんですね。次の温泉に向かう途中、あまりにも綺麗なんで立ち寄りました。うわーって感じだなこれ。あその仮設トイレが邪魔なんだよね。仮設トイレがさここに来るまでも大きくて見事な桜が何本もあり、それがまた周りの風景に引き立てられて、まるで昔話の世界のような場所がたくさんありました。金山町ってもっと有名になっていいすごい観光地です。少し戻って2つ目の共同浴場へ。もう入れんの？どうだろう。共同浴場はないのか。おかしいな。あ、共同浴場、あの奥だわ。一番奥だ。奥に行くとこれも綺麗な建物でした。2014年に改築されたようです。ここも綺麗だわ。中もとても快適、しかも只見川が一望できる絶景の休憩室。うわー、なんで風呂入ると雨なんだろう。温泉が流れ出してる。協力金300円。はい、入れます。源泉はほぼ透明ですが、浴槽で緑配色にやや濁ってます。60.5 度の源泉温度があるナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉。石質物がきれいな模様を描いています。湧出量は60リットルパー分あり、この共同浴場と旅館鶴亀荘に供給されています。ここは厚めで気持ちよかった。いろいろな温泉が楽しめてすごく面白いです。国道400号まで戻って次の共同浴場へ向かいます。あ、そう。カッパの湯？わかんないけど、いや目的地ですね。あ、そう。町温泉共同浴場。私的にはここが一番びっくりしました。水がすごいね。うわ、すごくいいとこ。うわ、すごくいいぞこれ。野尻川沿いにある湯どころ、レトロな混浴の共同浴場。川沿いの景色は抜群です。入浴は衛生的にご利用ください。ペット等を中に入れないでください。入れる人がいるんだな。よいしょ。人がいるかな。いきなり浴槽でした。インパクトが強烈でした。しかもこの凶暴な面構え。もともとの源泉が水害で少なくなってしまい、対岸の別の源泉を引いているようです。天井は高く、使い込まれた浴槽は神々しくひなびています。手前の左右に男女別の更衣室がありますが、さすがに妻は入浴できませんでした。ここに共同浴場があります。お互い取ってどうするの？いやー、こういうお風呂が誰でも入浴できるように管理されているのはありがたいですね。ありがとうございます。あの広いとこか。そうかも。対岸のもう一つの共同浴場へ向かいます。
どれ？浜梨温泉共同浴場。あ、これだ。これ？看板はありますが、どう見てもここは民家。選挙区案内って書いてある。なんて景色がいいとこなんだろう、ここ。違うな。これはこごみとか売ってるな。あ、そっち下に降りてくんだ。これはわからない。とにかく川沿いの景色が素晴らしい。すごいな。さっきのところの向かいだもんな。人いるのかな？入っていいのかな？あ、会議を全部して。今度はいきなり浴槽じゃなかった。ここの源泉が亀の湯に供給されているようです。浴槽が小さく入れ替わりが早いので濁ってません。温泉通の評価が高い名湯ですね。さすがに湯渡り気味で今回は見るだけにしておきました。金山町すごいです。この景色、そして極上の温泉、ちょっと感動的です。今回郷土浴場を巡りましたが、温泉旅館もいいところばかりです。亀の湯の隣には日本秘湯の会の恵比寿屋さんがありますが、今日はもうお風呂入りませんね。ここは露天風呂があったりするのかな。あるかも。玉梨共同浴場の並びにせせらぎ荘玉梨旅館があります。こちらも鉄分を含んだ名湯です。私も妻も湯あたり気味で今回はパスです。修行が足りませんね。金山町温泉保養施設なんだ。ここから南会津那須と経由して帰路に着きます。岡会津100年きり。なんか甘い匂いがするな。ここでも変わるんだ。どうなって秘伝という伝説の大豆と会津の名水を使用した青葉と豆腐が有名なお店。立派だな。100年ってなんか水がいいから豆腐が美味しいとかって書いてあった。湧き水地蔵。ね、お豆腐も買えるの？多分青葉と豆腐は売り切れでしたが、他の豆腐とドーナツを購入しました。350円。うん。とどうなっていいよ。どう？最近こういう場所が多くなってきて、あまり新鮮さを感じなかったんですが、あ、そうなん。この方たちのパワーにはびっくりさせられました。今揚げパン。ここで100円だよ。道の駅で買うと500円ぐらいするよね、これね。あ、そうか。同じだから味は。何が一番おすすめですか？これはおひたし一番高い。あとはもうマヨネーズね。やっぱりあー、それ10でいいんだ。年の10年のうまい。うまいね。うちの旦那は毎晩でもいいのこれ。もう今盛りの時でしょ。旬で。だから毎晩お酒の甘めで。旦那さんが盛りよ。こごみが盛り。旦那さんの盛り終わりました。ずっと漫才やってるようなマシンガントークが永遠と続きます。久しぶりに腹を抱えて笑いました。この後部屋の前を通ったらお客がいなくても全く同じでした。多分一日中やってるんですね。どっか呼ぶたびにさ、参加がどんどん裏ボックスの中いっぱいだけどさ。若い頃から大好きな酒蔵ですが、岩手には流通してません。今日は購入できる大チャンス。春一番って何月頃なんですか？もう一番最初は12月の大体毎年20日ああ、わかりました。がはいはい。出ますんで。あ、でもお正月に楽しめるぐらい。そうなんですね。皆さんお正月で楽しんでいただいて。もう今日ちょっと寒いですけど。最初の郡山の酒屋さんかな、勧めてもらって飲んだんです。もう何十年も前なんですけど、美味しくて。ありがとうございます。ちょっと甘めなんで、飲みやすいっていうのは飲みやすい。で、甘いのにここアルコール高いからふわーって広がるんですよね。そうなんです。あれがなかなか他になくて。そうですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。素敵。
今日春一番があってさ、あったの？うん、春一番あった。1個だけあったの。山菜があんだけあってさ、飲むしかないでしょ。味見したら塩コショウだけで美味しかったからそれにしちゃったんだよ。うん。幻の豆腐に幻の醤油だよね。うまい。